今回は屋根替えの映像とともに、リフォーム業界の闇とアスベストについてお話ししたいと思います。こちらの平屋部分は約30年前に増築されました。この屋根材はリフォーム業界では知らない人はいない積水瓦 U ノンアスベストタイプ。1975年から発売開始された積水瓦 U は多くの建物に使われてきた人気の屋根材です。こちらのもともと立っていた母屋の屋根に使われているのはアスベスト入りの瓦 U です。経年による劣化は少し感じますが、ノンアスベストの増築部分と比べたらだいぶ綺麗です。1990年以降に製造されたノンアスベストタイプは非常に脆いことで有名です。短期間で表面の塗膜の剥がれやひび割れが多発して中の機材がむき出しになってしまいます。ちなみに他のメーカーの屋根材でもよく似た形状のものがいくつかありますが、すべてアスベスト入りです。アスベストないやつの特徴でさ、もうね、ミルフィーユみたいにこう、なんていうの、層があって、ノンアスベストタイプは塗装ができないことで有名です。やっぱり塗装しても無駄なの。施工のために屋根に上がると次々に割れてしまうのと、塗装ができても短期間でめくれてきます。おせっさんが何回か塗装してるっておっしゃってたんで。あ、そうなの、無駄やわな。これやもん。訪問販売業者から声をかけられ、これまでに何度か塗装工事をしたそうです。やっても意味がないと知りながら塗装をしたのか、そもそも知識がなかったのかはわかりませんが、あってはならないことです。アスベストの入っていない瓦 U のメンテナンスは吹き替えしかありません。でもなぜこんなに弱い屋根材が誕生したのでしょうか。それはアスベストの問題が深く関係しています。アスベストは価格も安く、耐火性、断熱性、防音性などに優れていることから、多くの建築物や建材に使われてきた、まさに魔法の材料でした。ですが、重大な健康被害を引き起こすことが分かり、1975年から徐々に使用が制限され、2012年には例外なくその使用が完全に全面禁止となりました。ヘルメット忘れてきたでさ、これどう？ヘルメット。話を戻します。アスベスト問題にいち早く取り組み、人気だった屋根材のノンアスベスト版を世に出したものの、検証が十分でなかったのでしょうか。販売を開始してしばらくすると、不具合がたくさん報告されることとなりました。また、他のメーカーで販売されたノンアスベストのスレート屋根材などにも同じような不具合が多数起こっており、どれも現在では製造は終了しています。補助面倒を外します。瓦屋根でいうところの漆喰の役割をするものです。
スポンジのような発泡スチロールのような軽い素材です。アスベストはありふれた天然の鉱物で、成分的には有害なものではありません。大きさは髪の毛の5000分の1という超微細な繊維状の物質です。その小さすぎる物質ゆえに人体に悪影響を及ぼします。アスベストは空気中に飛散したものを人の目で確認することはできません。吸い込むと肺の細胞にまで到達してしまい、長い年月をかけて肺にダメージを与え続け、中皮腫、心肺、肺がんなどの疾病を引き起こします。中でも中皮腫は発症までに30年から50年ほどの潜伏期間があり、他の疾患に比べてより少ない暴露量でも発症することが知られています。規制が始まる前の建物、特に RC 像や S 像などにはアスベストがふんだんに使われていました。カズさんは自分はすでに結構吸ってるかもしれないなと言っています。最近家を DIY で修繕する方が増えていますが、古いお家を解体する際は気をつけてほしいと思います。すべての建材について調べるのが理想ですが、最低限次のことを覚えておいてください。耐火区域にある建物、耐熱性が必要な箇所や不燃材料、吸音性が必要な箇所、断熱性が必要な箇所、それらに使われている建材を壊すときにはアスベストが高濃度で入っていると思った方が良いです。俺そう下行って。ちょっと真ん中するか。俺下行くわ。めくった屋根材が溜まってきたので一旦下に下ろします。この作業、誰が一番大変でしょうか。そしてこの方法が効率が良いのかどうかいまいちわかりませんでした。屋根を留めてあったステンレスのスクリュー釘。ちなみにステンレスの釘は錆びないので、このようにスクリューがついていないと抜けやすいです。いちいち釘を抜かなくても割ってしまえば簡単にめくれるのですが、掃除や運搬が大変になるので、なるべく割らずにめくりたいところです。軽くて薄い瓦釉はカバー工法にもよく使われてきました。スレート屋根にかぶせたお家も多いと思います。ノジ板をチェックしています。既存の合板の状態がかなり良いです。建てられた時期によっても使われていた合板の強度が結構違ったりします。屋根材を交換して屋根の高さが変わることで影響が出る箇所がいくつかあります。こういった水切り板金の収まりなども考慮しなければなりません。あんまりとっか首絞めだけしてさ、ちょっとふわふわしちゃうとこあるから、ちょっとでも安くしたいって言ってる。そうしようか。基本的にはノジ合板は上張りか張り替えをします。今回は合板がしっかりしていたので、このままルーフィングを貼ることにします。そこの板金の収まりあるやん。ここの工事も減るやろ。高さがすごい変わるから。顧問の仕事も減るし。それでいきましょう。はい。と言ったそばから、
はい壊した。はい壊した。仕事屋根材のかけらがこれだけ出るということは脆い証拠です。アスベストがどれだけ屋根材の強度に重要だったかがわかります。残りの屋根材を下ろします。なんとかきれいにめくることができました。この上にさらにルーフィングを貼ります。瓦 U を処分するためにメーカーにゼロアスベスト証明書を発行してもらいました。5ミリの格子製造メーカーさんはとても迅速に丁寧に対応してくれました。アスベスト含有マには A のマークの刻印がありますって。へえ。余談ですが、先日カズさんは石綿含有建材調査者の講習を受けに行きました。めったに電車に乗らないカズさんが切符が上手に買えるか不安で震えていたので、魔法のカードを貸してあげたら目をキラキラさせていました。これは階質ゴムアスファルトルーフィング、通称ゴムアスと呼ばれるものです。一般的なアスファルトルーフィングよりも温度変化による影響を受けにくく、耐久性があります。その他にもルーフィングには透湿性のあるものや粘着性があるものなどいくつか種類があります。金額や工事方法によって選択肢が変わってきます。できるだけ奥に差し込み、立ち上げの幅を取ろうとしています。やっぱり綺麗だわ。今回、お隣の敷地にまたいで足場をかけさせてもらっています。やらかしました。絶対足りません。絶対足らない。ざっくりの計算で持ってきたルーフィングが足りません。近くのホームセンターに走ります。カズさんの車を借りると高確率でガソリンが瀕死の状態です。こういうちょっとした奇跡が嬉しくなります。めっちゃ浮いてしまう。どれ？ほら。おお。ハンマータッカーで打ち付けたところが浮いてしまいました。横で打つの？簡単なように見えて簡単ではありませんでした。
とは板金職人さんにバトンタッチです。ガルバリウム鋼板の縦平吹きです。板金屋さんって折り紙とか上手そうですよね。ああ、まっすぐなやつがあるんだ。そうなんですよ。屋根が完成したので足場があるうちに掃除をします。もともとの汚れもありますが、工事中結構ゴミが溜まってしまいます。下からはなかなか見ることができませんが、屋根の高さが若干変わったので、一時的に木材をベランダに挟んでいましたが、基礎パッキンに入れ替えることにしました。逆勾配にならないよう気をつけます。劣化がひどかった屋根の吹き替えが終わりました。アスベストの入っていない屋根材で同じような症状のお家はたくさんあると思います。気をつけていただきたいのは、誰かに勧められても絶対に塗装はしない方がいいということ。建築業界の闇に飲まれぬよう注意してください。ご視聴ありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、TikTok やっています。ぜひ見に来てくださいね。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。